皆様こんにちは。海と船ルイです。コルです。我々は夫婦でヨットに暮らしながら旅をしてまして、2024年に日本を出港、フィリピン、東ティモール、インドネシアとセーリングしてきて、現在はマルク諸島ブル島の南側ティフという集落の湾で風待ちをしています。この辺りは昨年もセーリングしてまして、まさにこの湾は2度目のアンカリングになります。2人ともマルク諸島が大好きなので、再び訪れるのを楽しみにしていました。湾から出て、はい、左側。いってらっしゃい。ルイは朝から潜りに行きました。市街地などで海の水が汚れていない限り、停泊地に到着したら偵察とアンカーチェックを兼ねて必ず海に入っています。到着時のルーティンですね。おかえり。楽しかった。うわ、すごいじゃん。わー、お魚取ってきた。すごいすごい。目が大きい。それ何？これなんだろうね。もうよくわかんないこれ。コショウダイみたいな感じですけどね。これ美味しいよ。これは、美味しいやつ。美味しいやつ。メダイ。メダイ。なんか見覚えがある。黄色い。そう、でっかい。背びれが。前食べた美味しいやつと、これは黒旗。まあ旗なんかですね。美味しそう。全部スピアフィッシング？そうだよ。すごいね。バジョスピア優秀でしょ。早い早い。今の間に3匹持つ。一回さ、上の方でね、魚ひらひらって泳いでて、ってついたらさ、シャフトがさ、そのまま深い方にバーって飛んでっちゃって始めて、深かった。30メーター弱ぐらいあったんじゃないのかな。取りに行くってこと？そう。で、ピューってもう。そっか、それって取りに行かないといけないのか。繋がってないからね、撃ったらね、離れちゃうの、完全に。魚はそのまま逃げないの？いや、逃げる場合もある。そうだよね。でかかったらあんまり大きい魚つけないね、じゃあ。そのままもう一緒にそっか、そういうことなんだ。そう、難しいよ、これ。僕はね、ちゃんとね、GoPro 持ってね、よし、撮るぞ、今日は撮るぞって思ったら、スイッチピッて入れたら、ピッピーSD カードが入ってません。そういえば差し込んであったな、SD カードが。残念でした。いいとこだったよー。それ言ってどうなるの？魚いっぱい出て、こんなね、フォレアフィッシュいて、いいとこに、でかいガーラもね、こんなガーラもいっぱいシューッつって、うわー、いいとこだったよー。すごいなー。ホットシャワー出てる？いいやろ。ホットを。いいよ、水で。暑いもんね。水派。海の家。このスピアガンね、これはバジョ族が作ったスピアガンですね。バジョ族はね、海洋民族で潜水が得意な民族でね。こちらコショウダイと思います。とこれが黒旗と思います。これがハフエフキダイの仲間。はい。1種類ずつ半身を、一つは塩麹漬けで保存。一つはみりん干し、塩麹干し干します。これ半身お刺身、半身唐揚げ。はい。じゃあ下ごしらえしていきましょう。保存にはそのまま冷凍もしますが、塩麹や味噌につけておくと美味しいです。
これは日本から持ってきた米麹と塩で発酵させて塩麹を作り常備しているものです。何でも味が決まり旨味が増すので重宝しています。収穫だ。こちらは調理用のバナナです。火を通しても形が崩れず食感が残ります。今日はピサンゴレンというバナナのフリッターを作っていこうと思います。インドネシアの小麦粉になります。すごいね。まだまだ青いね。青いな。うん。わ、渋そう。この調理用バナナは先日ビロロという町で地元の方と一緒にバナナの木から取ったもので、青くて硬いのでしばらく吊るしていました。どのぐらいの青さがね、ベストタイミングなのかっていうのが分かってないんですよね。分かんないよね。売りすぎるともうなんかべちゃべちゃになっちゃうしね。多分ね、青いぐらいが美味しいんだと思うんだけど、ちょっと何回かね食べてみないと分かんないよね。一本丸ごとこれ半割りでいこうか。なんか青いバナナの調理法のコツがあって、お酢を使うんだかなんだかちょっと忘れたんだけど、手がすごいな。ちゃんと美味しくできんのかな。試しにあげてみますか。1個だけ？本当？そうする？もうちょっと弱い方がいいか。ね。結構しっかりしてるね。どう？芋みたい。そうだよね。お芋みたいな食感ってよく言うからね。どれどれ。アクはない。味はない。びっくりするぐらい味がない。本当だ。お芋だねこれは。味なし。あとはね、キャッサバも用意してるんでね。こっちもね、揚げていきましょう。はい。ちょっと味が薄かったんで、サンバルを作りました。今取れたね、魚も。これは。コショウダイとミーバイですな。コショウダイとミーバイもね、ちょっと揚げてみましたね。そして、ピサンゴレンとキャッサバゴレン。いいね。それでね、お刺身もちょっとつまもうかなっていう感じの、夕食前のおつまみです。おつまみですね。いただきます。いただきましょう。うまい。キャッサバ食べにね。うまい。美味しい？サンバルうま。私のリクエストなんですよ。笛吹き鯛のお刺身ね。いただきます。美味しい。よかった。お刺身久しぶりじゃない？久々だね。すごい食感いいよ。美味しいよね。甘い。甘みがある。甘みあるよね。美味しい。すごい。ホタテみたいに甘い。そう、なんかそんな感じする。めっちゃうまい。さて、何やら木工作業をしてますが、実は馬女族のスピアガンに触発されて、僕もスピアガンを自作してみようかと思っています。材料は以前にインドネシア南スラウシのビラという町、伝統的な木造船ピニシ船の造船が盛んなとこですね。ここで手に入れたレッドチークを使います。まずはですね、グリップの部分を作ろうと思いまして、フィリピンで買ったナタで大まかな成形をしています。ナタだと大きすぎて成形が荒くなってしまうので、手持ちの刃物をいろいろ試してみようと思います。
まずこちらはモーラのナイフ、スウェーデン製です。モーラは130年の歴史を持つ刃物メーカーなのですが、すいません、刃がなまって切れません。こちらはこの前スラウェシ島の内陸部トラジャで買ったナイフです。刃はまあまあついてて、刃先の方に重心があって重い太刀を打てますが、細かいコントロールが難しいですね。この作業にはちょっと大きすぎですかね。もうちょっと熟練して慣れたらいい感じに使えるかもしれないですね。このヤスリは日本のダイソーだったかな、どっかで買ったかなり粗いヤスリなんですけどね。まあまあ削れます。まあ木工作業には割と使えますね。自分の手の形に合わせて作れるのが自作の良いところですからね。その都度合わせてみながら調整して削っていきます。さて、こちらは重心というのかな、メインの部分ですね。早速、電動工具を使ってますが、シャフトを乗せるまっすぐなレールというか、溝を削っていきます。溝ができたら、カンナで角を落としていきます。重心の大まかな成形ができたので、いよいよグリップを切り出して重心と接着させます。一応ホゾっていうんですかね、凹凸をつけて、グリップを重心の方に差し込むような感じで、強度をつけようと思います。後日こんな風に黄色くなりました。この日のピサンゴレンは甘酸っぱくて美味しかったです。調理用バナナの使い方が少しずつ分かってきました。昨日さ、3隻ぐらいあそこか、あそこから山に登れるんだね。なんか作業してたみたいで、何時間か上陸してたよね。山の香りだー。いい香り。なんか香ばしいような。すごーい。マングローブの話だ。インサイドマングローブ。金麻婆ってそういうものなの。顔はいいよ。まあじゃあ真上だったらマシです。まあないよか全然マシです。全然まあね。涼しいレイヤーができるから。それやっぱり涼しいの。蒸されることはないの。全然涼しくて快適よ。ヨットが一隻入ってきましたよ。なんと日の丸を掲げていらっしゃいます。日本人だヨットに出会えるだけでも珍しいのに日本人とは驚きです。とりあえずなんとかアイコンタクトを取り、横抱きできるように右舷にフェンダーをつけました。
なんと宜野湾で同じ時期に停泊していたお友達のマキさんです。いやー、久しぶり。宜野湾ぶりですね。そう、マキちゃんはね、宜野湾でね、お会いしてるんですよね。船同士待ってるんだよね。つるちゃん。なんか開口の仕事かなんかでいなかった。そうですね、僕はそうお会いしてる。そうそう、一緒になんか手びちかなんか食べに。そう、そばかなんか。いやー、よかったよ、無事で。今着いたとこです。いやー、まさかだよね。まさか。ふと見たらさ、あ、なんかヨット入ってきたと思って。日本人だよ。なんか漢字書いてるっぽいな。そしたらまさかの再会でした。怖いね。すごいね。狭いね、世界は。だって2点しかいないもんね。そう、だってヨット自体がいないからね。ヨット自体いないね。アンボンにいた？アンボンに行っていたけど奥の方に入ってた。マキさんは我々と同じぐらいの時期に小笠原から出国し、南西諸島を巡ってインドネシアにたどり着いたそうです。シングルハンドで女性セーラーというのは日本では珍しいですよね。すごいよね。もうインドネシア語ペラペラだもんね。そうそう、すごいね。まあ必要に駆られて。でもさ、やっぱ喋れないと交渉もできない。そう、言葉はねマジックよ。大事だよね。サトタウンラル。マキさんはとてもパワフルで、バイクでも世界中を走り回った経験があり、語学も堪能です。我々も大いに刺激を受けつつ、束の間の再会を喜び合いました。東へ向かう航路は風が良いとのことで、翌日早々に出港です。タイヤチューブいいよね、自転車の。おー、使ってるよね、うちも。いいよ。オーパイ出る前。めちゃ活用してるよね。活用するよね。耐久性いいしね。そう。ただだし。風もないよね。大丈夫だね。ちょっと待ってね。じゃあね、気をつけてね。じゃあね。じゃあ良い風を。良い風を。またその辺で。そうだね、またばったり会いましょう。ねえ、また会おうね。いってらっしゃい。あとこの辺でセール上げてる。今後もどこかでご一緒できるようお互いの無事を祈りたいと思います。さあ、また作業に戻りまして、グリップと重心をつなげるところ、重心側のほぞ穴を削っていきます。インドネシアで買った2液性のエポキシ接着剤ですね。で、接着完了しました。途中経過。だいたい形が整いました。このハンドルがついて、でここの押さえりとお腹に押すところですね。でこれなんかウレタンフォームっぽいちょうど良さそうなのがあったんでつけました。だいたい大まかな形としてはもうこれでいいかなというところです。あと部品がね、トリガー部分も部品で購入、あとシャフトも部品で購入、あとトリガーのこの指押さえもステンレスのプレート購入。トリガーとかの部品はこれから購入するので、ここで完全に完成させることはできないのですが、木工作業はできるだけやっておこうと思います。こちらはゴムを通す穴ですね。ゴムは2本使えるようにしようと思うので、2本分の細長い穴を開けていきます。
る程度穴の成形ができたので、試しに普段森で使っているゴムを通してみます。さあ、もうすっかり日も傾いて暗くなってきましたね。とりあえずの木工作業はここで終わりです。この後のスピアガン作業は部品を手に入れてからまた再開ですね。よし、アンボンに向かって行きますよ。いい天気だね。本当に朝は気持ちいいよね、ここね。さて、西への風も吹いてきたので出港です。ここからはアンボン島を目指します。アンボンに向かう我々、実は大きなミッションがありまして、アンボンからは空路で一時帰国する予定です。前回のビザ取得からあっという間に半年が経ちました。こんなに長いする予定ではなかったんですが、あそこもここもと見どころが多く、すっかりインドネシアに見せられてしまいました。帰国中はヨットを常に見てもらえるよう、係留できる施設を見つけてお願いしています。またこの辺りの出会いも帰国後に動画にてご紹介できればと思っています。そして先月からサブチャンネル RBY の方でご紹介している YouTube 脱サラ太平洋クルージングの直樹さんですが、今年の6月に太平洋一周から帰国されまして、その興奮冷めやらぬうちにと僕がインタビューした様子を3本にわたってお届けしています。太平洋横断の準備からセーリング中の様子、ルートの取り方、寄港地のお話など、他では聞けないかなり貴重な内容になっています。特に直樹さんはプレジャーボートの設計に関わるお仕事をされていたので、準備段階からの計画性やその都度の流れに沿って必要なことを選択していくスマートさに注目しています。概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。はい。雨が降ってて、そうだね。昨日もアンボンずっと雨降ってたもんね。そろそろ雨季も終わりそうな感じなんですよね。帰ってくる頃には多分寒気に切り替わってると思います。それではまた次回お会いしましょう。はーい。行ってきます。行ってきます。バイバイ、インドネシア。バイバイ。